こんにちは、ゆうかですとあまねこです。イエーイ。よろしくお願いします。今日はあまねこさんコラボです。釣りやったね。第2弾。第2弾。今日はねおー静岡の伊豆に来てるんですけど、今日はなんと船釣りをしたいと思います。やった船釣り初だ。ー。一緒だ。私も初めてでずっとしてみたかったから、めちゃくちゃ楽しみです。ねなんですけど、ちょっと2人で坊主だったらやばいので、今日もね強力な助っ人を、お呼びしたいと思います。いただきました。じゃあお願いします。井上さんです。よろしくお願いします。お願いします。私ですよね。お願いします。そうね、今日は船釣りするということで、初心者2人なので、ちょっといろいろとよろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ船も操縦してくださるんですよね。今日は私が船長です。すごい船長さん船長、かっこいい。一応船釣りなんですけど、一般的な船釣りってこう知らないもう釣り上手い人たちがいっぱい乗ってる船にポンって初心者が乗るんですよ。ちょっと敷居が高いんですけど、今日は貸し切りで船を磯借りてそれでやるんで、糸を絡ませようが釣ろうが寝ようが自由です。自由ですね。は何やらかしても大丈夫。何やらかしても。やらかしちゃうかもしれないですけど。じゃあ楽しんでいきましょう。はい、よろしくお願いしますお願いします。これかと思った。でっかと思ったら。今日乗る船はこれではなくて奥のボートです。どうやって行こうかな。こっからピョンって行けるのかな。ほっ、よいしょ。じゃーん、これが今日乗る船です。初めての釣り船。そのおいおいおいなんとかボートに乗り込めました。水がめちゃくちゃ綺麗。透き通ってる。すごい。海だ。これ今日借りまして行って借りたんですよ。貸し切りです。おでお二人が座ってるお尻の下に生けすがあります。魚を泳がせる生けすがあります。だからもう今日の理想はこの中がもう真っ赤に染まるようにタイをいっぱい釣りたい。はい、狙ってるのはマダイ、ブリ、あとはアマダイ。基本美味しい魚を狙います。はい。いきなり前回陸釣りから入ったじゃないですか。いきなり船かよって視聴者の人思うかもしれないんですけど、なんかいろいろ考えたんですけど、陸釣りをコツコツステップアップするよりいろんな釣りをこう入り口を教えてあげて、で好きなやつをそのまま始めればいいのかなっていう。なんで今日はその船釣りを優しく入り口を教える回です。優しく教えてください。これが楽しかったら船にはまっていけばいいかもしれないし、ちょっとやっぱりってなるなら陸に戻ってもいいしっていう。初ですか、こういう船の釣りは。初です。ハマりそう。でもすでに楽しい。乗ってるだけで。そう。楽しんでいただいて。はい。じゃあ行きますか。はい。お願いします。せーの、出発進行。じゃあね。すごい。作業があるんだね。こういう風な。やっぱ結構揺れるね。ね。でもね、この止まってる時が揺れるんだよね。でも今日はかなり穏やか。本当ですか。信じられないぐらい穏やかです。確かに風全くないよね。確かに。めっちゃ海いいじゃん。ね、前回結構風ひどくてさ、めっちゃ前髪なくなっちゃったけど、今回大丈夫そうだね。楽しい。すごい速くない結構。結構すごいスピード。すごい。でも意外と揺れないね。確かに全然酔わなそう。わかんないかも。うわー、すごい。楽しい。バイバイ陸。さようなら。気持ちいい。気持ちいいね。この船はみんな釣り人かな、漁師さんたちかな。そういうことだよね。みんな釣りしてんだ。多いね。すごい。結構遠くまで来た。本当だ、すごい速い気がするけどね、これ。
止まりそう。下かな。お、この辺りですか。はい。おもうこの魚探の中に、はい。私がもうこの10年ぐらいでこう釣れた場所を全部打ってあるんですよ。すごい。ここが釣れるんですね。今日の狙いの魚が一番釣れたことが多い場所。すごい。そういうのがあるんですね。面白い。今日はタイを狙うんですけど、エビでタイを釣るって言葉知ってます？もちろん。タイはエビで釣るんですよ。でね、これが今日オキアミっていうこのエビだよね。これ餌にするんだけど、はい。これ付け方を雑にすると全然釣れないのね。で、目があるでしょ。はい。だからこっちはお尻じゃない。はい。お尻の方から刺すんですけど、まずこのお尻の先端が細いんで、ここを爪でちょん切る。で、中を針を通すんですね。で、とにかくまっすぐ刺すのが大事なんですよ。これがこう曲がってると動かした時にネジの要領でこれがこうぐるぐる回っちゃうと釣れないんで、こうお尻からこう針を固定してエビをこう差し込んでいくイメージ。針にまず刺すでしょ。そしたらエビをこう押し上げていく。で、針を抜く。で、まっすぐでしょ。これがこうカッパエビせみたいに曲がってると動かした時に回転しちゃうの。釣れないし糸が絡む。で、今日はエビがまず仕掛けがこう重りがあります。で、これ天秤って言って仕掛けがこう沈んでいく時に糸が絡まなくする装置です。そうで、その先に仕掛けがある。で、今日釣る魚はまずはね、アマダイっていう超高級魚を釣ります。高級お寿司とかで出てくるよね。1匹前に港区のねスーパーで見た時1匹6000円とかで売ってた。わ、すごい。を狙います今日は。で、アマダイって崖の上のポニョのモデルになった魚、超可愛いの、目が大きくてピンク色で。住処が海底で今魚探だと68メーターなんです。ここ水深が。68メーター下の海底がここは泥なんですね。そこに穴を掘って過ごしてる。海底にいるんだ。なんでとにかく海底まで沈めます。ドーンって沈める。で、下が泥なんで、これ重り足に落っこったら怪我するぐらい重いんですよ。これで海底をゴン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 ってこつくと、ここに土煙が立ちます、海底で。そしたら魚がなんじゃなんじゃって寄ってくるでしょ。その後にスーってちょっと竿を持ち上げると、魚がなんだなんだって寄ってきた土煙の中からエビが2匹ピューって現れるの。で、エビだったっつってパクって食う。そういうやり方です。なので今日はお二人に絶対やってもらわなきゃいけないのは、この70メーター下の静岡の海底を常に感じてもらわなきゃいけないんですね。で、今回はこうベイトタックルっていう、今まではこう巻くやつが下にあったんだけど、今日は上にあるやつでやります。で、投げません。もう真下です。これね、仕組みは簡単で、ここをカチッてやるとこういう風に糸が出ます。で、ハンドルを巻くと糸が出なくなりますっていうだけです。ちょっとね、気をつけてほしいのが、これ重りがめっちゃ重いんで、こう竿を真上にして持ち上げちゃうとすっごい曲がってるでしょ。折れるんで、もうこうなったらここ持ってほしい。この天秤をこうやって、じゃないとポキって簡単に折れちゃうんで。仕掛けが長いので、エビをつけたらこういう風にまずエビをポチャンと落とします。で、これも海底に優しく落とします。で、竿の先っぽに絡まってないかを確認して、でここからカチンとしたらもうあとは落ちていく。本当だ、すごい落ちてた。で、これコンセントのコードリールと全く同じ仕組みなので、ある程度ブレーキをかけててあげないと海底についた時にぐる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 ってなって絡むんで、ちょっとここブレーキをかけてる。はい、止まった。これ今駿河湾の海底にいます、仕掛けが。そしたら竿先見ててくださいね。ピンとしてるってことは糸がたるんでる。で、曲がるってことは糸が張ってますよね。もうだからこうなってるってことは今海底についてるなっていうのが分かるんですよ。こうやって曲がる。今これ浮いてるわけで、これこういって竿先見ててね、ズンでまっすぐでしょ。で、ドスンを何度か繰り返す。ドスン、まあ大体5回ぐらい。そしたら土煙の中からエビが出る感じでぐーっと上まで持ち上げる。で、大体食ってくるとこの辺で竿先見てると竿先がクン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 ってなる。ちょっと待ちます。20秒ぐらい待ってもいいのかな。
で何もなかったらもう一回やり直し。竿先を見てるといいです。慣れてくるとここの感触でわかるんだけど、慣れるまでは竿先を見る。こう船が揺れるんで竿先がこうお辞儀するのは魚じゃないです。魚が釣れた時はもっとねこういうこう明らかにこうプルプルするんで、でねこれ慣れるまでは本当こう分からないうちに食われちゃうんですよ餌。あ、そうなんだ。そうなんで、じゃあ1時間当たりがないからやってればいいかっていうと、もう餌なくなってる可能性は高いので、もうほんとこまめにあげて餌をチェックしてください。で餌はね新鮮な方が絶対釣れるんで。で今度あげるんですけど、これね釣りに詳しい特にゆうかちゃんの視聴者とかは電動リール使わせろよって突っ込むと思うんですよ。でもあれは高いのね。全部それたら10万ぐらいするんで、それをじゃあ私が全員分用意して「はいポチってやったら楽でしょ、いいでしょ」って言って、じゃあゆうかちゃんがこれでハマりました、いきなり10万円ですっていうのはちょっと酷なんで、今日はこの鬼の手巻きです。80m 腕パンパンにしてください今日は。でこれ上げてるでしょ。上げてる時に上げてる仕掛けの先にはもちろんですけどエビがついてるんですよね。だから意外とこの上げてる途中にブリとか食ってくるんで、必ず竿はこう脇に挟んで、いつグーンってやられてもいいように準備はしてる。こんなことやってたら持ってかれちゃう。大きいの釣れたらもう持ってかれるんで、脇に挟んで脇に挟んだのをこう支えるだけって感じで巻いてくる。本当ブリとか回収中に食ったらグーンっていくんで竿。以上ですね。わかりました。はい、あとは釣ってもらうだけです。前に一人で釣りした時にこのエビを使ったことあったんですけど、つけてもすぐ取れちゃったんですよ。どうやらつけ方があったらしく今日習ったんですけど、やってみますね。ここに針を入れて、でなんかね針は動かさずにエビをこう動かしてこうつけるみたいです。じゃーん、こんな感じで餌をつけれました。今日の餌はエビ。それでは早速タイを狙って釣っていきたいと思います。竿先に絡んでないことを確認して、まあ絡んでないね今ね。はい、大丈夫です。そしたら、その重りを水中に落としてください。で竿を離さないようにしっかり持って、そうです。おやばい、緊張するねこんな深いと。勢いよく出過ぎちゃうんで、ちょっとここ親指でこすってると止まった時に分かります。はい。もうちょっと軽くでいいよ、こすり方。そう、本当当ててるぐらいで。でその糸が出るのが止まったら、それはこの海の海底だっていうことですね。なるほど。めっちゃ深い、ずっと出てる。なんか糸も可愛いですね、カラフルで。そうそう、それはほら色分けしてるから深さがわかるんだよね。何メーター出たか。なるほど。そうそう。へえ、すごい、そんな意味があったんだ。そうなんです。止まりそう。あ、止まった。止まったら巻く。持ち方がまた謎持ちになってるんだけど、左手で中指薬指でこう握るでしょ。で竿とリールを一緒にこう持つ。でもこのままでこうやって誘うんだけど、海底を感じる。あ、上げてみて。多分食ったな。そうです。食った？なんか食ってる。よくわかりますね。正直全然わかんない。重りが結構重かったから。震えてない？あげろ。本当ですか？今当たりを感じたよ俺は。全くわかんないです。なんか重い気もしてきました。わかんない。ちょっとまだ初心者すぎて重りの重さなのか魚なのか全くわかんないです。でもなんか感じる気がしてきた。釣れたら早いね。船釣りハマっちゃうかもしれない。やばい、これ上げるの結構大変だ。一回これ上げてる最中に逃げちゃうこともありますか？優しくのがいいんですか？そのぐらいだったらいいんだけどね。はい。もっと大きいと負けないから、そんなに大きくないんだろうけど。やばい、疲れてきた。どうしたらいい？でもそろそろ上がってくるんじゃない？ね、無理かもしれない。本当に握力なくなってきた。重すぎる。あ、見えてきたよ。ほら、釣れてる。すごい。ほら。糸寄りだ。すごい。そしたらもうこれ以上負けないから、そしたらこう手繰り寄せて、こうです。すごい。船釣りってこんな一瞬なの。一回で。あ、これ何ですか？糸寄り鯛だね。タイ。ちゃんとタイだ。めっちゃ美味しいよこれ。すごい。めっちゃ美味しい。こんな秒で釣れるの。すごい。やったね。やった。楽しい。
いつもこんな感じですか？船釣りってこんなまあすぐ。いい日はこんな感じだな。じゃあ今日いい日だ。じゃ糸よりあ本当綺麗なんだよ糸。より鯛が釣れました。確かにね、ピンクと黄色めっちゃ綺麗、色が嬉しい。おーまず針を外します。はいでここにはいエラ膜っていうここね、はい。ここに刃を入れるだけです。それだけなんですね。なるほど。これね、刺身も美味しいし脂がめっちゃ乗ってるかうら、んうん。お刺身にして本当はガストーチとかで炙りにするとおお、最高。持ってきてます。炙り最高じゃん。炙りにしてやって最みよう。高です。最高。やった一投目ありがとうございます幸先いいね。すごすぎ。ね、本当に。幸先いいね。次じゃあまねこさん。でもあれなんだよ、山中さんだね釣りジンクスっつうのがあってさ、はい。一投目に釣れる日はその後お、釣れるんですか？釣れない？釣れなくなるっていうのはあるあるだから、逆にね。？うだからわ、ゆうかちゃんが一投目から釣っちゃったからちょっと俺はドキドキしてるけど。うわ、それも怖いな。2投目いってます。前回あまねこさんに負けてるんですよ。2匹と1匹で。今回絶対勝ちたいんですよね。でも結構視聴者さんからあまねこさんめっちゃ練習してるって聞くから、そんなしてないよ。あまねこさんもしかしたらスリで素振りしただけ。私は前回のこと根に持ってるんですけどね。いやー今日ゆうかちゃん優勢だからな。いやー、なんか余裕そうにして抜かされるのがムカつくんだよな。やめて。お、ついた。いや、これ当たりきてもマジでわかんない。最初わかんないと思う。ブルブルってなるのが来てない。振動でわかるんですか？うん。へえ。とにかくはい。釣れるかなっていう時は竿をずっと揺らしちゃったら竿先がそれで揺れちゃうでしょ。あ、そうですね。だから一回竿をピタッと固定して、あ、感じればいいんでですか？竿先をちょっとしならせた状態で待ち、うんうん。竿先を見つめる。なるほど。でプルプルしていたら、はい。そんなに俊敏にキュンってやんなくていいんだけど、グーって煽って、まあ、いわゆる合わせって針をかける。なるほど。今日ね、潮が大潮って言ってものすごいこう潮が動く日なんで、ちょっと難しいかもしれない。こう水中で潮がすごいこう動いてる感じするね。へえ。まあ、でも釣れるんだけどね、そういう日はね。あ、そうなんだ。あ、釣りやすいんだ。確かに腕疲れるな。疲れるよね、これ。疲れるね結構大変。そしたらちょっと今日やりづらいから重りを重くしようかな。もっと重くなるの？すいません。要はね、重りが軽いでしょ。はいそうすると船が動いた時にこうなんて言うんだろう、こう潮にあまり釣れてんだよそれ。てか絡まってる。でかいの釣れてんだよな。絡まってます。釣れてんだ、どっちか。釣れてんだけどどっち？あまねこいいからさんですか？あげろ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 。あ、あまねこさんじゃない？あげろ。どっちかわかんなくない？私絡まってるにそんな注目してこれ釣れてんだけど。本当だ。あーすごい。高級魚なんですけど。こんな反応薄いの？どっちが釣ったんですか？私いやですか？引っかかってるんだけど、もうじゃんけんで決めてくれ、どっちの魚か。どっちの食いついてる？これゆうかちゃんのこっちだよね。これがアマネコさんだろ？はい。ってことはこの魚はアマネコさんの魚です。うわ、グミーン。でか。おお。アマダイ。アマダイゲットしました。なんか重たいなとは思ってたんですけど、はい重りの重さなのか何なのかそれは最初そうだと思うな。一投目だったんで。これはアマネコさんを責めるわけにはいきません。やったな。でもやったー。これ普通に高級魚です。これいくらぐらいですか？まあこれは1000円ぐらいでしょうけど、ちっちゃいから大きい50センチぐらいになります。マックスね。育てれるってことか、じゃあ。今から育てれる？家でイギリスで育てて、小学生2人ともそうでもこれ今日ここで釣れたってことは結構いるってことだ。俺的にはホッとしてる。いやもっと大きいのいるかもしれない。全然これ子供。子供。子供でもでこれがポニョのモデルです。あ、確かにポニョっぽいね。ね、可愛いかも。言われてみたら超可愛くない？可愛い。本当だ。お、来た。でかいよ。でかい。ゆっくりでいいぞ。ゆっくりいいですか？でかいぞ、ちょっと。逃げないですか？ちょっとでかいぞ。ちょっと待って。助けてください。一生上がらないスピードで巻いております。上がんないかもしれないですこれ。ゆっくりでいいよ、ゆっくりで。やったね。やばい。今わかりました。さすがに。はい。プルプルしてる今も。まだいるぞ。逃げてない。叩いてる。
わかります？おお、めっちゃブルブル動いてる。ね。慎重に行きましょう。来てるのに。やばい、力がつきそう。頑張れ。これ力尽きたことないんですか、途中で？諦めたことは。そんなこと言ってられないです。確かに。でもこの手巻きを味わってもう今後電動リール買ったらよりありがたみがあるんじゃないかな。そうですね。一回この苦労を味わわないと。待って待って、どこあ、いたサバ。本当だ。おお、すごい。よっしゃー。あんまりでも大きくないですか？でも元気な子だ。これサバだね。サバやったこれサバ引くからね。大きく感じたね。おこれはあれなんじゃない？干物なんじゃない？無難に。おー、すごい。やった今んとこ 100% 美味しい魚です。ー。やったね。じゃーん、サバが釣れました2匹目。やったね。すごい、結構でかいんじゃないんですか？うん、いい美味しいサイズだね。めちゃくちゃ重かったからもっとでかいかなって思ったんですけどいやでも嬉しい。やったね、イエーイ。血抜きやってるんです。これね、サバはねちょっと血抜き方法違うんだよ違な。うんですか？エラじゃサバはなくて。ねちょっと残酷なんだけど、はい、首折りって言うんだけど、やってみる？はい、じゃあやってみます。持って、はい、もうほんと名前の通り、はい、パキです。はい。それじゃあ血抜きします。せーの。はい、いいですかこれで？どうですか？もっとです。もっともうパキです。ごめんね。はい。よし。はい。おー、でも結構簡単なんですね、血抜き。サバはね、へえ。魚によって今のことやったらヒレのトゲとかが手に刺さったりするんで、確かにタイとかサバぐらい痛そう。なるほど。タイなんかでやったらもう血まみれになります手が。怖い。さっきからポイントをちょこちょこ移動していて4ポイント目ぐらいなんですけど、次はここのポイントから釣っていきたいと思います。ここはね、水深が72メートルぐらいだそうです。でリールも実は変えてもらったんですよ。さっきのより巻きやすいのにしてもらいました。私があまりにも重そうにしていたのであ、確かに巻きやすいかも。すごい、全然違う。リールでこんな変わるんですね。目標は10匹。あまねこさん、目標何匹ですか10匹目標高くない？何匹ですか5匹。半分にしよう。結構謙虚ですゴーゴーね。は釣ってほしいな。ああ、そうなんだ。先生的にも5匹が最低レベル。私10匹なんで。うわー、目標が高い。志。今日でも本当船が結構流されるからちょっとやりづらいね。なんか重い気がする。気のせいかな。釣れてる？違うか。あ、来た。釣れてなかった。すいません。動画回ってない時に釣れちゃいましたいや、なんか全然気づかなくて結構軽かったので。何ですか？トラギスです。トラギス、はい、おお、トラギス。まあ食べれなくはない。そんな美味しくないんですか？ちょっと骨が多い。じゃあ高温で揚げればいけますかね。そう骨ごと。やったー。じゃーん、釣れてくれました。ルアーで釣れたのは初めてかもしれない。あ、本当だね。うわ、そうなんですよ。ルアーだもんね。初ルアーですすごい。ということでまたまたポイントを移動してきました。次はこんな感じで重りも小さくして、実は餌のエビもちっちゃくなりました。ここは水深が20メートルぐらいなんですけど、ここで小物釣りをしていきたいと思います。最終手段、何かしら釣れるはず。小物でも嬉しいですからね、釣れれば。あれ？釣れてないか。なんか重くなった気がした。もうね、なんか気がしたレベルじゃなくてコン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 ってもうわかるんですか？明らかに魚っぽい感触が来るから。なるほど。じゃあ多分違いますね。あ、違った。もう一発、せーの。川釣りでもこういう船とかって出るんですか？船は川では使いません。あ、海だけなんですね。本当は次回は、はい、川釣り、川でルアー釣り兼バーベキュー。おー、楽しそう。
魚探にはめっちゃ映ってますよ。めっちゃいるはず。よし。前に船釣りしてみたいなって言ったら視聴者さんに絶対船酔いするから気をつけてって言われたんですけど、意外と平気です。向いてるのかもしれない。いや向いてないな、魚全然来ない。なかなか引っかからんな。なんか来た。おーすごい、うん釣れてる釣れてる。おーすごい。大門ハタ。おーでかい。ハタです。美味しいよ。すごうん。これゆかちゃんのお土産じゃない。煮付けですね。来た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 。なんだなんだなんだ、来てるよ。100% 来てます今。わあ、来てる気がしたんだよな。じゃーん、トラギスですかねこれは。トラギスっぽい。って顔のさしましま模様すごくない？青いラインが入ってるよ。これトラギスですかね。トラギスですね。ああ、そうノールックでトラギスって分かってた先生。すごい。じゃーん。今日一番引っかかってくれてるトラギスちゃん。トラギスは小骨が多いって聞いたんですけど、どう料理してやろうかな。楽しみにしててね。ちょっとそしたらここの下はどうやらトラギスが多いようなんで、ちょっとだけずれてみようか。はこのジリジリジリって音なんだと思います？なんだろうねこれ。何の音なんだ。あそこ見てみて。すごくない？魚が。ああ、漁師さんが仕掛けてるこ網ですか。れこの緑が自動給餌器であー自動で餌あげんの。でこれ今餌あげてる音で、ここの魚が今盛り上がってるじゃん。そういうことか。そしたらそのおこぼれを狙った魚絶対いると思う。あ、なるほどね。それでここがいいんだ。じゃあこっちに入れては早くない？それはもう盗っ人ですよそれしたら。おこぼれを狙ってますから。本物を盗んでしまったら。今日は朝8時からやってるので、9、10、11、12、1、2、3、4、8時間ぐらいやってます。今までで一番粘ってるんじゃない？船釣りめっちゃ楽しい。またやりたいな。富士山が綺麗だな。魚に嫌われてるかもしれない。最初の一匹がまぐれだったか。やばい、藻が。やばい。藻に侵食される。あー、藻が釣れちゃうよ。どうですか？うんともすんとも言いません。来ないですね。ほんまか。上がりますかそろそろ。悔しいな。悔しいな。ラスト1匹釣ったら上がるか。ラスト一匹釣ったら。悔しい。うわ、5時のチャイムだ終。わりのチャイムが鳴上がりりました。ます。あー、一匹しか釣れなかったな。一匹がマダイでしたね。でもということで船釣りが終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でし。た。本日の釣果を発表したいと思います。発表お願いします。私からですか？魚の名前がねちょっと上から魚の名前からね。はい。一番上がですね、大門ハタです。大門ハタ。大門ハタ。ハタ。ちょっとちっちゃめなんですけど、まあせっかく釣れたかうんうん。ら。はい。でその下の綺麗なやつが底糸よりですね。糸より鯛なんですけど、底糸よりっていう。糸より。はい。底糸より。そこに住んでる糸よりって言えばいいです。なるほど。糸より鯛。で、この2匹がトラギス。トラギス。はい。でこれがゴマサバですね。おお、美味しいやつだね、美味しそう。でアマダイ、赤アマダイ。はい。はい、ということで、はい今日は1、2、3、4、5、6匹やったー。しかも6 6分の5ゆうかちゃんだよ。すごくない？匹。では正確に言ったら3、1、井上さんが2匹。あ、そっか。そうね。だからちょっと分けましょう、いい感じに。はい。
だけど思ってた100分の1の超過で悔しいね。1人5匹以上目標だったのにね難しかったな。そうだね。私1匹しか釣れてない。こうやって全部お刺身にできるんですか？まあやろうと思えば全部できますけど、ちょっと小ぶりなので、意外と魚って三枚おろしにすると身が残らないんですよ。だからお刺身にするにはやっぱり40センチは欲しい。40センチぐらい欲しいかな。なるほど。なのでこう無駄なく食べるんだったら全部開いて干物にするか、干物というか一夜干しですよね。冷蔵庫の中にキッチンペーパー包んで入れるだけでももうその状態になるんで、それか、塩焼き、あとは煮付け、なるほど。はい。お寿司用の板を買っちゃって醤油皿も全部用意してきました。さばくつもりはもうそれは次回に持ち越しですね。はい、ちょっとお魚と相談します。なんとかするならどうだろう。なんとかサバはお刺身はおすすめしません。あ、そうなんですか。アニサキスがちょっとリスクあるんで、サバしめ類は。サバとかなのか。はい。確かに。はい。まあ全部の魚リスクあるんですけど、サバはちょっと一番危ないんで、はい。サバはやめた方がいいかな。わかりました。あと糸より大門旗、アマダイはお刺身美味しいですよ。はい、ということで、今回船釣り初めてだったんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。楽しかったよね。もっといっぱい釣りたかったね。今日ちょっと難しかったね。大潮ですごく潮がこう素早く動く日で、こう真下に落とした仕掛けがあっという間に向こうにこう潮に持ってかれちゃって、魚が食いついてるかそこについてるかもちょっと分かんないような日だったので、まあこれも釣りなんですよね。すごいいいと思ったらダメな日もあるし、ダメだと思ってきたらすごいいい日もあるし、いっぱい行くことです。でも過去一釣れました。ね、そうだよね。ね、意外とこれでも本当はね、もう両手に抱える魚を鳩屋のポーズをやらせるつもりだったんですよ。そう本当になんですけど、こんな感じで。はい。また次回以降に持ち越しですね。そうですね。はい。またやりましょう。またやりましょう。次は何にしますか。川行きます。川に行きたいです。川に行ってないよね。行ったことない川は。おお、じゃあ次は川行きましょう。川に行きましょうか。はいはい。はい、ということで、あまねこさんのチャンネルの方でも動画が出てるので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。ということで、見てくれてありがとうございました。バイバイ。バイバイ。そしたらちょっと仕掛けの準備をしますね。はい、お願いします。お願いします。よいしょ。ちなみにこれのエンジンは何 cc？ これね、何 cc なんだろう。これ25馬力なんで、船舶免許がないと運転できません。25馬力から。5馬力以上は免許が必要。あ、そうなんだ。5馬力以下のこのちっこいやつだったら免許なくても、そうなんだ。操船して OK です。じゃあちっちゃいやつだったら自分たちで行けちゃうってこと？そうそうそう。あ、そうなんだ。勇気さえあればいける。これ揚げるときゆっくり巻いた方が魚が食いつきやすいですか？多分ゆうかちゃんの全速力ぐらいだったら魚追いつくから。わかりました。早く巻いて平気です。はい。悔しいな、なんか。おりゃー。でこれがいわゆる乗り合い船、普通の船だと、船長が「はい上げて」って言って、もうチンとやってるともう船が走り出すから「おどどど」ってなるからで釣りのポイントついたら「はいどうぞ」って言われて、もうさっさと投げろとみたいな感じでちょっと世話しないです。そうなんだ。今日は船長が優しいからごめんなさいね、楽して。うわ、いいな。電動使ってる。ごめんなさい。ずるい。確かに電動だとめっちゃ楽だね、これ。そう、楽なの。巻くのが一番大変。素人は電動工具使うなっていうのと一緒？いや、まあ、あんなこう車の整備ほど害はないんだけど、なんせ高いよね。まだハマるかわかんない段階でこれを買うならちょっと高いよね。でも、あの子さん買っちゃいそう。イタリア製の電動リールはないですからね。いや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 、国産で大丈夫です。
おめでとうございます。ありがとうございます。でもこれで1対1だ。第一でもちょっと大きさちょっとご負けてるめんなさい、の。女の不悔しい毛な戦いに巻き込まないでいただきたい。巻き込みますよ。でも1投目から釣れたのすごくない？ね、ねすごいよね。本当だね。今日はいい日なんじゃない？その魚からしたら潮が止まると餌が流れてこないんで食事の気分じゃなくなるんですよ。じっとしてればいいやってお昼寝タイムみたいになっちゃうんで、今まさにお昼寝タイム。まあお昼寝の時間だもんな。あ、なんか釣れてますね。なんか釣れてますね。釣れてた。本当だ。ちっちゃいけど。これ返さなきゃいけないやつですね。これはそうだね。カサゴ。一応釣れはしました。逃がしますよ。はーい。あ、おー、さよなら。はーい。あそこに釣りが入れたら楽なのにな。